神谷博史、小野大輔のディアガールストーリーズ。改めまして神谷博史です。モス小野大輔です。ではリスナーから届いたふつつを紹介しましょほい、コモリスさんからいただいております、はい、神谷さん、小野さん、こんばんは。はい、おそ松さん、魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊まり会、6つ子キャスト集合舞台挨拶上映後の会をライブビューイングで拝見しました。おー、本編冒頭はあまりに誰も喋らないし何にも起こらないので、これちゃんと完結するのと多少心配になりました。でも日常のようで非日常な、わかるようなわからないような、なんともおそ松さんらしいストーリーで無心で楽しむことができました。続く舞台挨拶では前作と比べ一段とやる気をなくしてしまった神谷さんと一段とやる気満々の小野さん、お二人の差が面白かったです。そうかな。まあ個人の感想だな、またキャストの皆さんは常々おそ松さんは意味なんてない、考えるだけ無駄とおっしゃる割に休日に対する概念の差が伺える、橋本にゃを見るとこの世界の時間が進んでいることがわかるなどと考察が素晴らしくて、さすがだなと、やっぱりいろいろ考えてんだなと感心しました。終盤劇場出ると全部忘れるよと神谷さんがおっしゃっていましたが、鑑賞後にたこ焼きを買って帰った私は家の近くになり、ようやくそういえば今日の映画もたこ焼きの話だったなと本当に忘れてしまっていたことに気づきましたとさ、というメールをいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。おそ松さんの劇場版というか、映画っていうと映画って言わないでくださいっていう風に、あれ謎でしたよね。打ち合わせの時にそれ言われて。そうなんですよ。ABEX の人に言われまして、映画じゃありません、じゃあなんで映画館でやるんだよみたいな本当だよね。どう言えばいいんですか。わかんないですけど、まあ映画のおそ松さんありましたからね。そうだよ。だからまあそれで短いんで、まあある意味テレビスペシャル的なものではあるんですけれども、まあせっかくできたんで、劇場も借りたし、そこで皆さんにお見せしようということで、皆さんに来ていただいてご覧いただいたわけですけれども、まあでもですね、今回のやつ、まあ前作もそうですけれども、まあ監督が新しい監督になりまして、藤田監督がもうやってらんねえよと。これ以上作ったらバカになるって言って。そういう折り方だったんだ。そう今になって気づいたの。そうもうやだもうやだバカになっちゃう、これ以上作るとバカになるって言ってやめていきましたね。そんな逃げ方だったんだ。いや逃げてない、たまたまね。今回は新しい監督がみんなそうやってやめていきますからそうなのどんな過酷な環境なんだね。過酷だよ。そうね。もうギャグ作るの大変なんだから。まあでも頭どうにかなっちゃうか。そうね。でもね、新しい監督もそれ頑張ってくれました。山口監督ね。そうだよ、女性監督だよ。そうなんだよ。すごい丁寧に絵作ってくれて。そうなの。もうそれにね、僕ら甘えてしまったんです、はっきり言うと。舞台挨拶は。そうだね。そう、もう絵がしっかりしてるから、もうなんかみんな満足してるだろうと思って。確かに、冒頭のその喋らないシーンがねずっと続くっていうのもね、この小森さん書いてくれてましたけど、確かにあそこなんか絵がちゃんとしてないと見れないからね。そうなんだよ。A パートの部分ね、本当に6つ子セリフないですから、ほとんどない。ただのモーニングルーティンね。そう彼らのどうしようもない。ただあれがこうちゃんと後半っていうかエンディングに効いてくるんで、ちゃんと見ておかないといけないシーンではあるんですけれど、ああいうのこう丁寧にやってくれてたんで、なんか特に喋ることねえなと思って。あなたはずっとそのね佇まいだったよね。だってギャグアニメで説明ってさ嫌じゃない？ナンセンスよね。ただいまのギャグは何が面白かったというともう説明し始めた。そんな痛々しいことないじゃん。そうだね、見りゃわかるしね。しかもこの回見た後のね回をね、そうライブビューイングで見てくれたということですから、本当にありがたいですよ。意味なんてない。ただ小野さんはい小野さんあれで良かったんですか？何がですか？小野さんがですよ、前回の舞台挨拶の時にもうみゆくんに、もうマッスルハッスルは封印だと、それじゃないのを出せっていう風に言ってたっけ？言ってたよ。言ってたね。ただもう一発目で早速やって、やるよ、どうせ忘れてるもんあいつ。まあ覚えてましたけどね。やっぱりやるんだみたいな顔してましたけど、やっぱやるんだ。まあでもね、お客さん的にはそれを望んでるわけですから、受けたなと思って、まあいいやと思ってたんですけど、最後ですよ。最後言ってごらんなさい、あのセリフを。何が？アリが
ありがとうございます全部言っちゃったってなったやつ。本当はもしかして何ですかあれは。ありが特大さよならホームラン。そうなんだよ。これを言えたよ。言ってねえし1回目の時言ってましたよ。1回目のそうこいつ上映後のやつ。2回目の時に、うんありが特大さよならホームランっていう風にまあ言うなと思ったの、はいまたそれかっていう空気ちょっとあるわけですよ。なんかね我々はねステージに立ってる。まあでもお約束ですからそうそうまあ伝統芸みたいなところでありが特大って言わなきゃいけないのに、ありがとうございましたシーンってなってありがとうってこいつ言ったけどじゃあ行きますよ。ありがとうございましたってなる。うわーお前って言っちゃったねっつっておいそこはどうすんだっつっていやーこれね逆転の現象ですよ。いつも求めているこっちはおいおいまた同じのやってるよって弾いてるけどお客さんの方はまあハッスルマッスルみたいな待ってましたをやる、はい、あれを求めてたらですね、そうなんだねなんとですね客席が全く乗れなくってもうこっそうだよちが大爆笑してるっていうだってポカーンだも現象、ん、お客さん的にはそうははってなってそうだぞ神谷博だぞ一番笑ってたの多分あれいやだって面白かったボブってお客さん無反応だしどうしたらいいか分かんないし何がやりたいか分かんないし僕ら意図分かってるからあいつありがとうって言っちゃったけどこの後どうすんだと思ってありがとうそれしか言葉が見つからない、ございましたじゃねえわと思ってこの後そうでもう言うことがなくなっちゃったからでこのね今回のこの魂のたこ焼きパーティーと伝説のお泊まり会、はい玉伝スタッフは玉伝と訳してくださいというふうに言ってました。そうですで僕は舞台挨拶中はたこ焼きのキーを取って玉金ともうこれ最後もうありが特大が出なかったから最後なんか言わなきゃいけないと思って、この後俺たちの玉金ご覧くださいっつって終わったんだもう本当最悪だったんですよ、どう思うこんなポンコツどう思ういや最高のラストだったよね、感動の、違うんだよお前がラストじゃないんだよその後ミユがいるんだよいやいいよもう残されたミユのかわいそうなことミユはなんとかするってまあねあいつはできるからあいつはなんとかしちゃうやつですけれどもあいつは天才だからできるんだっていやあれはびっくりしたねあんなポンコツ久しぶりに見たもんいやーねもう僕でもね、はすごいなんか後ねすっきりしたよすっきりじゃねえよなんかほら俺の言ったことであんまり笑わないこっち側がみんなブーってなってたそうからねキャストは受けてたよ受けたでしょ、お客さんは1ミリも受けてなかったお客さんはあの後見るから、本編見るから笑うよってなったよねあれは久しぶりに面白かったですよねやらかしましたね、ただあれも2本は打てないですからそうね、あれをだから上映後のその1本目でやってたらやばかったやばかったですねそうね、あの日ずっともう下を向いてたと思います爪を見て喋るしかないですね、あんたもでもずっととにかく言うことないんですよねってずっとつま先見ながら喋ってたけど、ね、足のつま先見ながら喋るしかないっていう、つま先見ながら喋るわだって、マイク外して隣の雄一に喋ってるわ、それでっつってマイクを通せっつってだって喋ることないんだもん結構むちゃくちゃだったぜだってお客さんが期待を込めた目で俺を見るじゃん見るよそれ、だってそんな期待に応えられないと思ってなんか申し訳ないなと答えろよ多少は答えようとしろよ本編が全てだからでもおっしゃる通りですそうそうそれです本当にそうなんです、そういうことよ、何が言いたかったかっていうまだ上映してるかどうか分かりませんけれども、もしこのトークをね見て気になった方は、劇場に足を運んでいただけたら幸いでございます、よろしくお願いします。お願いします。